年間1000点のアート巡りを通してアートな視点を楽しむチャンネルです。今回は人気の五美大展、ものすごい数の作品を見ていきます。おーっていう作品もありますが、実はその後に行った別の芸大の卒展の方がグッときました。他にもギャラリー7カ所と夕食はこれ行きました。チャンネル登録お願いします。乃木坂駅です。この展覧会は一つ前の動画にアップしましたね。 YBA&Beyond 展、良かったです。今回はこの国立新美術館で五美大展見ていきます。5つの大学の合同での卒業展覧会ですね。影響力を持つ水間アートギャラリーの水間さんが X で五美大展はゴミ大展だったみたいな、なんか親父ギャグを言って炎上してましたけれども、実際どうなのか見ていきます。私が特に気になったものを中心に見ていきましょう。まずは東京造形大学から。これはプリザーブドフラワーでチェック柄を表現した作品です。誰かやってそうな凡庸なアイデアかもですが、でもなんか気になっちゃいましたね。素敵です。ファミコン世代の私はピクセルアート気になります。冷たい印象のデジタルな表現をこれ版画でしていて温かみがあるっていう、これは気持ち悪さと綺麗さの狭間みたいな、アパレルみたいなおしゃれな作品。これは動画でしたけど自虐的な作品なのかな。どんどん割引シールが貼られていきます。違う作家さんだと思うけど似た作品もありました。これ一層超リアルな人形をパックしてくれたらインパクトもあるし、いろいろ想像が広がると思ったんですけど、プロの目線だと違うのかな。こんなのもありました。はい、多摩美術大学。これ様々な歴史的事件についてこういう形で注目させるっていうのもありかもですね。これもインパクトあったな。なんか学生時代ってこういろいろモヤモヤとかあるから、こういう作品が生まれるのかもね。顔が2つみたいな、頭2つみたいなのもよく見かける気がするね。あと音楽好きそうな作家さん。さあ、多摩美術大学です。これいいですね。ネオンっていうか街の広告だけが描かれてる。我々知らず知らずのうちにこう広告に囲まれて洗脳されてんでしょうね。頭が木になってるといえば平子雄一さんを思わせるけど、コンセプトは全然違うんでしょうね。これもなかなか強烈。ギャルの生き残りとカマキリ、その共通点ってなんだろう。カマキリのメスってオスを食べるって聞いたことあるんですけど、そういう意味じゃ強いメスの象徴かな、ギャルも。これはデジタルでアナログなビートを刻んでて面白かったです。これは絵画と立体の合わせ技みたいな雰囲気あっていいですね。他にも結構大物が目立ちますよね。やっぱこういう場ってまずは目立たないと見てもらえないし、
印象に残らないし、写真にも撮ってもらえないと思うと、やっぱそうなっていくのかな。これも結構ちょっと内容はよくわかんないですけど素敵でしたね。ちょっと大学の区切りが明確に分からなかったんですが、野外にも大きい作品がたくさんありましたよ。なぜだかなんかね、人の形とか生物とかが多く感じられるかな。さて上へ上がると女子美術大学。これなんか好きでした。素敵ですよね。髪の毛がモチーフのアートって過去にもいろいろ見たことあるんですけど、なんかやっぱ髪の毛ってね、なんか物語とか触覚、視覚、いろんな要素を感じさせるのかな。この辺も面白かったですね。これは結構ポップな感じですよね。これはね、なんか花を本来入れちゃいけない、薬品とかなんかそういうのに入れてる。それを、作品にしてる。これも面白かったな。なんか歪んでたり逆さまになってたりする人っていうのがなんかメタファーに感じられていいですよね。あ、これも良かった。これ作家の言葉をそのまま読みますと、リンゴは知恵の実とされるが、知恵を授かった人間は地球上で繰り返し戦争や虐殺、差別を行ってきた。この腐ったアップルパイは未だに平和が訪れない世界の姿である。ということだそうです。めちゃくちゃいいですね。結局現代アートってメタファーのセンスって気がしますね。言いたいことを何にどう例えて表現するのか。これは植物越しに見る日常みたいな。そういうのってよくあるんでしょうけど、それしか書かなかったらなんかちょっと面白いですね。これもなんかなかなかインパクトありますね。これもなんか素敵だったな。ゴキブリがまたこれも強烈だな。こういうのも立体と映像の組み合わせで面白いっちゃ面白いですね。
さあ、ここからは武蔵野美術大学。これ面白いな。これはなんかね、絵と編み物の境界が曖昧で面白かったな。これなんかも結構ね、なんか何気ない日常風景みたいな感じだけど、なんかさっぱりしすぎてるっていうか、生き物が映ってなくて妙な感じが面白かったですね。論文書くのも大変だけど、卒業制作って大変なんでしょうね。さて、さらに上の階では別のイベント、別の展覧会でダブルアニュアル2026っていうのを開催してました。これ京都芸術大学と東北芸術工科大学の学生から選抜された作品を紹介してました。64組の応募から11組。タイトルもいいですね。まず強烈なインパクトあったのがこちら。2025年にカメムシが台風に乗って東北に飛来したけど、寒い冬を越せずに死滅したんだそうです。くるくる回ってんのは台風で飛ばされてる感じなのかな。多くの人には嫌われるカメムシですけど、作家は昆虫の造形美に惹かれるそうで、虫が苦手な私にとってはもうある意味新たな視点をくれたアートですね。こちらも自然がテーマ。どれがどんな作品かっていうと、ナガミヒナゲシっていう植物がテーマです。 SNS や自治体のホームページとかで毒性があると結構煽られてるみたいなんですけど、なんかそれ大げさじゃないのとか、そういう意見もあるようです。コンテナで花粉が運ばれて日本に来ちゃったんでしょうね。当たり前ですけど花に悪気はないわけで、それでも危険だ排除しろって扱われるこのオレンジの可愛い花、なんだか同情したりとか自分を重ねたりもしました。花粉と同様にこちらも国を渡る、そんなアート。ツバメが暖かくて餌のある国へ渡ることと、生きていくために日本へ渡って仕事を学ぶベトナム人の技術実習生、これを重ねてます。どちらも故郷へ帰る前提の移動ってのも共通ですけど、ツバメが存続のために巣を築く行為と、その巣が人間社会では商品として売られるっていう、この何とも言えない非対称性がツバメの巣の工場の取材などの記録で表現されてます。切り抜かれた布がほどけたり絡まったりする途中の状態。デジタル特有の破綻に絵の具の飛沫や擦れを重ねる作品。人工物の輪郭をスプレーで写し取って有機的な像を立ち上げる作品など、現実と仮想、自然と人工のような像が意味をなす前の曖昧な状態かな。二項対立では割り切れないことって世の中たくさんありますよね。こちらは山形の民話を元にした作品。下に広がる瓦礫は時代の流れでこぼれ落ちた物語の断片みたいな、語り継がれる声、語り直される物語とか、新たに語られる言葉とか、変化の早いこの現代に普遍的なものの価値とかあり方を問われる、そんな感じがしました。
こちらは友人が観葉植物にヘンリエッタという女性の名前を付けたっていうことから着想した作品。植物のつるを金髪のイメージになぞらえてるんですね。髪ってやっぱ強いイメージがあるのかもな。髪の毛の脆さやなかなか他人に触らせる機会がないことを考えると、人の関係性の脆さみたいなことも感じられます。これはボルダリングの壁です。異なる文化的背景を持つ作家2人が作品制作という対話のプロセスを可視化しています。一般的には境界線にされる壁を2人が共有していることとかで、それで2人で一つの作品を生み出していることとか興味深いですね。こちらはモンゴル出身のアーティスト。羊毛フェルトはモンゴルの伝統文化における髪型や体の記憶とも結びついてるんだそうです。また髪の毛。読む、編む、発生するという身体的行為から人間の身体、記憶、文化、信仰の関係を静かに問い直す試みなのだそうです。これは京都、東京、ミラノなど8都市の看板とか道路の質感を陶板に転写、個人的な記憶に基づいて地図を再編しています。いびつで不正確だけど、作家にとっては限りなくリアルで確かな自分だけの地図なのかな。他にもいろいろありました。学生さんなんでもっとなんかぶっ飛んでてもいいかなっていうのが個人的な感想ですけど、次の目的地へ向かう途中に見覚えのある景色、これ森美術館で見たこの作品じゃない？この風景じゃないかな。段ボールで作った六本木駅の入り口、面白いよね。18時までのギャラリーがあるんで急いで行きます。今10分前。布に絵の具をにじませる独自のスタイルですね。2階から3階に上がって、こちら高石ギャラリー。これはタイトルもすごいな。さてピラミデビル、ここにたくさんギャラリーあるんでここも見ていきます。この展覧会すごかった。この写真何だと思いますか？突然あなたに知らない人から手紙が届きます。指定日時に家にいるあなたを窓の外から撮らせてくれと。あなたならどうしますか？会うこともなく会話もなく10分間窓越しカメラ越しにだけつながるってどんな感じなんでしょうね。撮影後も見知らぬ他人のままです。シンプルに怖いよね。好奇心ある人に当たれば面白いプロジェクトですね。タイトルのまんま、普段は大きな作品も作る作家たちの家に置きやすいサイズのものを集めてます。私大好きな久門剛さんや草間彌生さんなど、
4階のこちら太郎那須では空という展覧会。空は体の中の空洞のこと。この作品、元は夜の歩道脇にあるステンレスのくぼみに反射した光を撮ったネガです。それを反転したり転写したりして写真なのか絵画なのかよくわからないようなイメージを作ってます。それが体の中の空洞のイメージとリンクしてるんですね。何かある A というものが B に見えるっていうことはたまにありますよね。点が3つあったら顔に見えるとか、それを積極的にするっていうのは面白いですね。クリエイティブな遊びって感じ。現代アートってそういうとこありますよね。さっきも言ったように A を言いたい時に別の B をメタファーにするみたいな、そのセンスが問われますよね。さて、六本木ヒルズに来ました。作家は絵画や彫刻を今こことは異なる別の世界への出口として制作してるんだとか。こちらは森美術館へ上がる手前3階のショップの奥にあるギャラリーです。現代の浮世絵みたいな表現をする2人の作家さんですが、結構違ってて面白いですね。なんかユーモアがいいよな。さて、夕食。歩き疲れたんで、この近くで済ませたいなと。いつもの麻婆豆腐か迷ったんですけど、久々にここにしました。中華料理屋ですが、目当ては名物のこれ、梅蘭焼きそばです。普通の焼きそばも大好きなんですけど、これはまた全然違って美味しいですね。今回は牛肉入り辛口梅蘭焼きそば1380円。うまい。牛肉とか野菜にあんが絡んでて、それが中に閉じ込められています。一人だとそこそこお腹膨れるような量あります。今回のアート巡り、どれが気になりましたか？五美大展、そしてダブルアニュアル展、ここから次世代のニュースターが出てくるかもですね。他は横溝さんの家の外から写真を撮る作品、あれ面白かったな。この動画が面白かったよという方はぜひ高評価、チャンネル登録、ハイプ、コメントなどで応援お願いします。